こうやって部分部分塗るよりは、こうやってまとめて塗りたい。お元気ですか？スタジオ羽根です。本日の勉強は色の重ね順。ポイント1、明暗の順位を決める。ポイント2、絵作りで見せたい色順を決める。今日はこれを徹底的に一緒に共有していきましょう。使いたいのはこの写真。家があって湖畔でしょうか。家が映ってますね。青い空が少し沈んだ色でこちらに映り込んでいます。緑は少し秋なのでしょうか。静かな色合いとなってます。明暗の順位を決めるというところなので、一番明るいところ、こちら、こちら、こちらですね。次は少しグレーになっている色があります。その次に空の色、そして木々の光の当たっているところ、そして一番暗いところ。はい、ということなので、こういうことですね。まず1番、明暗の順位を決めるというところで、白黒にした時に明るく見える部分、もちろん真っ白のこういうところは一番明るいですし、次に屋根なんですけれども、光が当たっているので色はついているものの明るく見えます。白黒において。なのでここはポイントですね。で、3番目にこういう光の当たっている木々。元の固有色が暗い色なので、それに光が当たっているので、順位は下がるけれども、光の分明るいというところになります。ということは、塗り重ねるときに、1番をまず省いて塗って、次に2番を気をつけて省いて塗って、次に3番を意識的に、1番、2番、3番を意識的に外して塗る。そういうところになります。2番、絵作りで見せたい色順を決めるというところで、たくさんの色を感じますが、この中で自分が見せたいな、仕上がりにおいてそこは表現したいなというところを作って考えておきます。白い壁、そしてこの屋根の赤い色、そういうところをしっかり残しましょう。そして空色も描きたい。で、今回はこの空の色と赤っぽい屋根、こちらをかけたらもう成功としましょう。そしてポイント3番、A と B の注意する箇所に気をつけてできるだけ広く塗るというところです。さっき伝えさせていただいた一番明るいところは絶対に塗りません。白のまんまです。後でアクリルとかで塗っても構いません。2番、赤っぽい屋根、こちらの方はもう確実にその発色のいい色をのせていきたいところですから、気をつけて塗らないように、余計な色をのせないように気をつけていきましょう。それ以外のところは鈍くていいですし、明るくもないっていうところなので、A、B の注意する箇所に気をつけてできるだけ広く塗りましょう。すると絵がまとまりの良いリズムのある絵になりやすいです。ではやっていきましょう。
できました。こんな感じです。絵の中で赤い屋根と青い空はしっかりと入れました。あと緑も少し頑張りました。それ以外はぼんやりとそれらを主張しないぐらいの色で塗ってみました。明るいところ最後まで残しました。こういったところは塗り重ねて暗くしていきます。すると結構いい速度で描画することができるので、皆さんもぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは奈良にある絵画専門空間スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。